解説。スクリーンを支配する怪演の極地。昭和のいぶし銀シリーズ第9弾、伝説の怪優個性派ベスト10。ねえマリサ、このチャンネルでも大人気のいぶし銀シリーズだけど、今回は第9弾になるのよね。今日のテーマは一体どんな人たちなの？ようこそだぜ。今回は視聴者のリクエストが特に多かった伝説の怪優個性派俳優を特集するぜ。ただ上手いだけじゃない、主役を食うほどの存在感。一度見たら忘れられない顔と演技。それが怪優の条件だ。ああ、いるわよね。主役よりも目立っちゃうような、一度見たら夢に出てきそうな濃い顔の人とか。そうそう。今回はそんな顔の圧が強い人や、独自の演技論で伝説を残したクセ者たちが勢揃いだぜ。昭和の映画やドラマを怪しく、そして面白く彩った彼らの魅力を、たっぷりと語っていくから覚悟してくれよな。第10位、土屋よしお。第10位は誰なの？今回は怪優個性派がテーマだけど、最初から濃い人が来るのかな？第10位は、特撮ファンなら誰もが知る伝説の男、土屋義雄だぜ。7人の侍の村人利吉、あるいは地球防衛軍のミステリアン棟梁といえば、ピンとくる人もいるんじゃないか？彼は7人の侍などの黒沢映画と、東宝特撮映画の両方で活躍した、非常に珍しい名優なんだ。へえ、黒澤明監督と特撮って、なんだか対極にあるような気がするけど、両方に愛された俳優さんなのね。ああ、デビュー作の7人の侍では黒沢監督に気に入られていたんだが、実は監督から変な映画に出るなよ。例えば、ああいうゴジラみたいなのと釘を刺されていたらしい。だが土屋は特撮の現場に興味津々で、トイレに行くふりをしてこっそり見学に通っていたほどだったんだぜ。世界の黒沢の忠告を無視して特撮にハマっちゃったの？よっぽど好きだったのね。その情熱は本物だぜ。1957年の地球防衛軍では、自ら顔が出なくてもいいから宇宙人をやりたいと志願し、サングラスで顔が見えないミステリアン棟梁を熱演したんだ。役のために俳優は顔が見えればいいってもんじゃない。と会社に抗議までして役を勝ち取った逸話もあるぜ。すごい役者魂ね。顔が出ない役を自分からやりたがるなんて、本当に演技が好きだったのね。彼のこだわりは徹底していてな。1959年の宇宙大戦争の月面シーンでは、月は重力が小さいからふわふわした歩き方になると主張して、独自の演技を通したんだ。当時はスタッフに反対されたらしいが、10年後にアポロの月面着陸映像を見て、自分の演技が正しかったことに、ブラボー、ざまあみろ、と開催を叫んだという伝説がある。あはは、科学的な正しさを演技で証明しちゃったんだ。かっこいいわね。怪獣大戦争の X 星人役での独特のポーズや、ガス人間第1号の哀愁漂う怪人役など、彼が作り上げたキャラクターは今も海外で熱狂的に愛されている。まさに特撮映画を芸術に高めた立役者なんだぜ。第9位、神山茂。第9位は誰かしら？さっきの土屋さんは熱い役者魂って感じだったけど、次はどんなタイプ？第9位は、知性とダンディズムの塊、神山茂だぜ。昭和のドラマ、ザ・ガードマンの榊隊員、あるいは北野武監督のアウトレイジ・ビヨンドの布施会長といえば、わかる人も多いんじゃないか？クールでニヒルな魅力で、昭和のお茶の間を虜にした名優なんだ。あ、知ってる。深い声で、すごく偉い人の役をよくやってるイメージがあるわ。総理大臣とか、警察のトップとか。そうだな。彼には他の俳優にはない本物のインテリジェンスがあったんだ。実は彼、海軍経理学校の出身で、戦後は進駐軍の通訳をしていた経歴があるんだぜ。だから英語もペラペラだったんだ。通訳、通りでただのこわもてとは違う、知的な雰囲気が漂ってるわけね。その能力が遺憾なく発揮されたのが、1989年のハリウッド映画、ブラックレインだ。彼は高倉健演じる刑事の上司大橋刑事部長役で出演したんだが、英語のセリフも完璧で、なんと日本語吹き替え版の声も自分で担当したんだぜ。うわぁ、かっこいい。
世界に通用する教養を持った役者さんだったのね。だが、ただスマートなだけじゃないぜ。晩年の2012年、北野武監督のアウトレイジビヨンドでは、巨大暴力団花火師会の布施会長を演じたんだ。怒鳴り散らすヤクザたちを前に、静かに微笑んでいるだけで周りを凍りつかせる、とてつもない悪の開演を見せたんだ。想像しただけで怖そうだわ。静かな人ほど怒らせると怖いのよね。そして最後も彼らしいんだ。2017年に亡くなった時、葬式無用、戒名不要という遺言を残して、ひっそりと旅立った。虚飾を嫌い、実力だけで生きたハードボイルドな人生だったんだぜ。第8位、花沢徳江。第8位は誰かしら？濃い役者さんが続いてるから、次はどんな顔が出てくるのか楽しみだわ。第8位は、昭和の刑事ドラマやホームドラマに欠かせない、頑固親父、花沢徳江だぜ。ハンチング棒にくたびれたコート姿の刑事をやらせたら、日本一似合う男と言われた名優だ。わかる。現場で聞き込みしてる姿が目に浮かぶわ。ずっと昔からおじいちゃん刑事だった気がするけど、特に有名なのが、映画、警視庁物語シリーズの林刑事役だな。まだ派手なアクションドラマが流行る前、地道な捜査を描いたこの作品で、彼は叩き上げの刑事のリアリティを決定づけたんだ。やっぱり、あの独特のしゃがれ声で説教されたら、犯人も思わず自白しちゃいそうだもの。でもな、実は彼、若い頃は指物師、家具職人をしていて、洋画家を目指していたこともあるんだぜ。絵の腕前はプロ級で、個展を開くほどだったんだ。職人さんだったのは似合うけど、画家志望だったなんて意外。繊細な一面もあったのね。その一方で、東方葬儀では防衛隊長を務めたり、長年共産党員として活動したりと、社会に対して強い信念を持つ反骨の人でもあったんだ。2001年に亡くなった時、山田博次監督はいい意味の頑固な役がよく似合った、貴重な俳優だったと追悼したそうだ。ただの頑固な役だけじゃなくて、生き方そのものが一本筋の通った職人だったのね。だからあんなに味のある演技ができたんだわ。画面の隅にいるだけで、その場の生活感や哀愁を表現できる。まさに昭和という時代が生んだ、唯一無二のいぶし銀だったんだぜ。第7位、千秋実。第7位は誰かしら？次も個性的な人が来るのよね。第7位は、黒沢映画に欠かせない愛すべき小市民、千秋実だぜ。7人の侍の平八役といえば、一番親しみやすくて優しいお侍さんだったのを覚えてるか？覚えてる。薪割り流とか言って、ニコニコしながらみんなを和ませてた人よね。見てるだけでホッとする雰囲気だったわ。彼はもともと、戦後にバラザという劇団を自分で結成して活動していたんだ。ある時、その舞台を黒澤明監督が見に来て才能を見出され、それがきっかけで映画の世界に入ったんだぜ。へえ、自分たちで作った舞台が世界の黒沢の目に留まるなんて、すごい運命ね。彼の演技は世界中の映画人にも影響を与えてるんだ。特に、隠し砦の三悪人で藤原鎌足と演じた、いつも喧嘩ばかりしている農民コンビ、太平と又七は、スターウォーズの C3PO と R2D2 のモデルになったと言われてるんだぜ。あの有名なロボットコンビの元ネタが千秋さんたちだったの？日本の俳優さんがそんな遠くの世界まで影響を与えてたなんて、誇らしいわ。晩年は脳内出血で倒れたりもしたが、リハビリを経て見事に復帰。1985年の映画、花一問目では認知症の老人役を演じて、日本アカデミー賞の最優秀主演男優賞を受賞したんだ。病気を乗り越えて賞まで取るなんて、本当に強い人だったのね。1999年に彼が亡くなった時、7人の侍を演じた7人の俳優全員が奇跡に入ったことでも話題になった。黒沢監督が生涯で最も信頼した俳優の一人であり、まさに伝説の映画の最後の侍だったんだぜ。第6位、下川達平。第6位は誰かしら？太陽に吠えろの曲が聞こえてきそうな気がするけど。大正解だぜ。第6位は太陽に吠えろの長さんこと、下川達平だ。
叩き上げのベテラン刑事役で、なんと10年間もレギュラーを務めた国民的な名脇役だぜ。やっぱり長さんね。新人の刑事たちを温かく見守ってて、本当のお父さんみたいだったわ。実は彼、実生活では子供がいなかったんだ。だから、子供がいないコンプレックスを抱きながら演じていたそうだが、それが逆に理想の父親像として映ったんだろうな。番組には受験生や家庭の悩みを抱える子供たちから、たくさんの相談の手紙が届いたそうだ。へえ、役柄を通して本当のお父さんみたいに慕われてたのね。なんだかジーンとしちゃう話だわ。それに、あの伝説的なシーンにも関わってるんだ。マカロニ刑事が殉職するとき、演じる萩原健一が死ぬとき、人は何を思うんだろうって悩んでたんだ。そこで下川は、戦争中の特攻隊員がふるさとのお母さんのことを思い叫びながら、敵機に突っ込んでいったという話をしてアドバイスした。それが、お母ちゃん、って叫んで絶命する名シーンに繋がったんだぜ。あの衝撃的なラストシーンの裏に、長さんのそんなアドバイスがあったなんて知らなかった。そう。そして意外な一面としては、もともとは画家志望で美大に通っていたり、大の動物好きでハイエナの研究家でもあったそうだ。ハイエナ、優しそうな長さんからは想像できない趣味ね。でも、そんな感性の豊かさが、あの深みのある演技に繋がってたのかもしれないわね。晩年は、スクールウォーズで生徒思いの校長先生を演じるなど、最後まで温かい人柄で愛された名優だったんだぜ。第5位、小林明治。第5位は誰かしら？ここまで個性的なお父さん役が続いてるけど、第5位は、日本の子供たちにとって最強の司令官であり、最高の親父だった男、小林明治だぜ。ウルトラマンの村松キャップと、仮面ライダーの立花東兵衛。この2大特撮ヒーロー番組の両方でレギュラーを務めた、まさにレジェンドだ。うわぁ、キャップとおやっさん、どっちも頼りがいがあって、厳しくも優しいリーダーだったわよね。彼の凄さは子供番組だからという妥協を一切許さなかったことだ。ウルトラマンの現場では、若い共演者たちに子供にこびるな。一般ドラマと同じように演じろと諭していたそうだぜ。だからあんなにリアリティがあって、大人になっても見返したくなるドラマになったのね。その一方で豪快な伝説もあってな。ウルトラマンの大阪城ロケ中、科学特捜隊のマークが入った激用車でそのまま公道を走って、警察に捕まっちまったんだ。当然無免許だから撮影ストップの大ピンチだ。家督隊が警察に捕まるなんて前代未聞ね。でもなんと、撮影の合間に超特急で免許を取って、最後は試験場のパトカーに先導されて現場に帰ってきた。なんて真偽不明ながらも語り草になっているそうだぜ。撮影中に免許取っちゃったの？しかもパトカー連れて帰ってくるなんて、すごすぎるわね。仮面ライダーのおやっさん役でも、若い俳優たちの精神的支柱だった。あのトレードマークのパイプは私物だったそうだぜ。晩年は役者として次に進みたいとライダーへの復帰を断ることもあったが、最後までウルトラマンと仮面ライダー、この二つを超えられる作品はなかったと誇りを持っていたんだ。子供たちのヒーローを、役者としてのプライドを持って支え続けてくれたのね。本当に日本一のおやっさんだわ。市川崑監督の金田一耕助シリーズにも前作出演するなど、特撮以外でも素晴らしい足跡を残した。1996年に亡くなった後も、彼の笑顔はヒーローと共に永遠に語り継がれているぜ。第4位、蟹江敬三。第4位は誰かしら？ここまで来ると、私の知ってる顔も増えてきそうだけど。第4位は、狂気の悪役から国民的なおじいちゃんまで、変幻自在のカメレオン俳優、蟹江敬三だぜ。NHK の朝ドラ、あまちゃんの中兵衛さん役や、ガイアの夜明けのナレーションでも有名だな。知ってる。あまちゃんのおじいちゃん、ひょうひょうとしてて面白かったわ。それに、ガイアの夜明けの声も、渋くてかっこいいのよね。でもな、若い頃の彼は今のイメージとは正反対だったんだ。1970年代は日活ロマンポルノや刑事ドラマで、猟奇的でエキセントリックな悪役ばかり演じていたんだぜ。
その演技があまりに強烈すぎて、当時小学生だった息子さんが学校でいじめられたこともあったそうだ。そんなに怖かったの？家族にまで影響が出るなんて、ある意味すごい演技力だけど、息子さんはかわいそうね。転機になったのはドラマ、熱中時代の警察官役だ。これをきっかけに、気のいい親父や善人の役が増え、名バイプレイヤーとしての地位を確立したんだ。特に、時代劇、鬼平犯科帳の密偵小房の久米八役では、愛嬌たっぷりの演技で視聴者の心を掴んだよな。悪役のイメージを完全に覆して、みんなに愛される役者さんになったのね。すごい転身だわ。晩年のガイアの夜明けのナレーションは、亡くなるわずか13日前まで収録していたそうだ。体調が悪い中、命を削って最後まで役者としての仕事を全うしたんだぜ。亡くなる直前まで、あの力強い声の裏に、そんな覚悟があったなんて知らなかったわ。彼の死後、番組のサイトには多くの追悼メッセージが寄せられた。悪役時代から晩年の高校屋まで、その全ての顔を含めて、彼は本当に愛された名優だったんだぜ。第3位、加藤武史。第3位は誰かしら？ここまで来ると、私の知ってる顔も増えてきそうだけど。第3位は、日本映画界が誇る早合点の名人、加藤武史だぜ。映画、犬神家の一族での、よし、わかった、という決め台詞。霊夢も聞いたことあるだろ？あの白い粉薬をブワーって吹き出しながら、自信満々に間違った推理をする警部さんね。あのシーン、面白すぎて大好きだったわ。よし、わかった、はあまりに人気すぎて、CM やバラエティ番組でも使われるようになったんだ。金田一耕助シリーズというシリアスな殺人事件の中で、彼が出てくると不思議とホッとする、まさに癒しの存在だったな。本当に愛されキャラよね。でも、コメディだけじゃなくて怖い役もやってたイメージがあるけど。そうなんだ。仁義なき戦いでの内本親分役は、優柔不断で頼りない組長を演じて、殺伐としたヤクザ映画の中で独特の人間臭さを出していた。それに黒澤明監督にも重用されて、隠し砦の未悪人や悪い奴ほどよく眠るなど計8作に出演している実力派なんだぜ。コメディから黒沢映画、ヤクザ映画まで、本当に幅広く活躍してたのね。市川崑監督の犬神家の一族が30年ぶりにリメイクされた時、オリジナル版と同じ役で再登板したのも話題になったな。86歳で亡くなる直前まで現役で、最後はスポーツジムのサウナで倒れたそうだ。元気でパワフルな彼らしい最後だったと言えるかもしれないな。最後まで元気いっぱいだったのね。あの元気な、よし、わかった、の声は、いつまでも耳に残ってるわ。第2位、左牧前。第2位は誰かしら？さっきの加藤さんも面白かったけど、もっと個性的な人なんているの？第2位は、日本の芸能界でも伝説級の変人にして癒しの神様、左牧前だぜ。7人の侍の百姓与兵役なんかで、ただボケっとしてるだけで面白い、あの独特の顔を見たことあるだろ？あるある。何もしてないのに目が離せないのよね。不思議な魅力があるおじいちゃんだったわ。でもな、あのとぼけた演技の裏には壮絶な人生があったんだ。実は彼、もともとはオペラ歌手だったんだが、足の病気で激痛に耐えながら役者を続けていたんだぜ。あのひょうひょうとした姿は、痛みの中で必死に絞り出したものだったんだ。そうだったの。オペラ歌手っていうのも意外だけど、そんな苦労があったなんて。私生活も強烈でな。野草を煎じた怪しい水をいつも持ち歩いたり、自宅に若返り回転機なんて変な機械を置いてたりしたそうだ。でも奥さんのことは大好きで、いつも撮影所に連れてきてたんだぜ。変な機械って、でも、奥さんを大切にする愛妻家だったのね。そして忘れちゃいけないのが、76歳で出した老人と子供のポルカだ。ズビズバーっていう謎の歌詞と、子供たちのコーラスと全く噛み合わない歌声が逆に大受けして、40万枚の大ヒットになったんだぜ。あはは、あのズレっぷりが最高なのよね。おじいちゃんと子供たちの温度差が面白すぎて、今聞いても笑っちゃうわ。最後も彼らしいんだ。亡くなる直前、奥さんに名前を呼ばれて、
はーいって小さく返事をしたのが最後の言葉だったそうだ。計算じゃない、本物の天然記念物みたいな人だったんだぜ。第1位、伊藤祐之介。栄えある第1位は誰なの？ 2 位の左牧前さんを超えるような怪優なんているのかしら？第1位は、日本映画史にその名を刻む伝説の怪優、伊藤祐之介だぜ。一度見たら絶対に忘れられない。世界一長いとも言われる馬面と、爬虫類のようにぬめっとした不気味な動き。彼が出てくるだけで、画面の空気が一変しちまうんだ。知ってる。黒沢映画の椿三十郎で、捕まってるのにのんびりしてた家老役の人よね。あの顔の長さは衝撃的だったわ。そうそう。あの家老役は、緊迫した物語の中で異質の存在感を放っていて、主役の三船敏郎すら霞むほどの存在感だったな。でもな、あの演技の裏には凄まじい執念があったんだ。執念？のんびりしてるように見えたけど、彼は納得いくまで監督やスタッフと議論するから、ゴテユーなんてあだ名がつくほどだった。付き人が部屋を覗いた時、演技について考え込む彼の背中から、声をかけられないほど張り詰めた空気が出ていたそうだ。ただの個性派じゃなくて、演技に対して誰よりも真剣だったのね。舞台出演中に脳一血で倒れて半身不随になった時も、彼は懸命なリハビリで復帰した。その時、彼はこう語ったんだ。絶望とは愚か者の結論とはうがった言葉ですね。人間、諦めちゃダメです。努力すれば必ず道は開けますよ。この通り私が治ったんですからとな。すごい言葉。自分自身で証明したからこその重みがあるわね。晩年の映画、太陽を盗んだ男では、皇居へ突撃しようとするバスジャック犯役で、まさに命がけの怪演を見せつけた。最後まで役者としての炎を燃やし続けた、まさに伝説の俳優だぜ。総評、まとめ。今回は伝説の怪優個性派俳優を10人紹介したけど、どの方も本当に個性が強すぎて、お腹いっぱいになっちゃったわ。まったくだぜ。伊藤祐之介の圧倒的な顔の圧力から、左牧前の天然の癒し、そして蟹江慶三や小林昌司のような変幻自在の名優まで、彼らがいたからこそ、昭和の映画やドラマはこれほどまでに熱くて面白かったんだな。彼らは決して主役の引き立て役だけでは終わらなかった。自身の個性と情熱で、スクリーンに強烈な光を放っていたんだ。主役だけじゃなくて、脇役の人たちがこんなに輝いていた時代って、すごく贅沢だったのね。みんな演技に対する情熱が半端じゃないもの。ああ、ただ目立つだけじゃなく、それぞれの生き様や美学が演技に滲み出ているからこそ、何十年経っても私たちの記憶に残ってるんだろうな。このシリーズで紹介したいぶし銀たちのように、これからも語り継がれるべき名優たちはまだまだいるぜ。みんなの心に残っている怪優や名脇役は誰かしら？ぜひコメント欄で教えてほしいわね。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしく頼むぜ。それじゃあ、また次回の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。